はい、どうも、ゆうすけです。今回の動画では、ためになることを話したいので、字幕について話したいと思います。皆さん、字幕使ってますか？私はね、よく字幕使うんですけど、結構字幕を使うかどうかって、結構議論になるというか。で、それで私ちょっと調べたりしたし、あとは私の、実体験、英語を話せるようになるまでにやった勉強法で、その時に気づいた、字幕の効果とか、そういうことについて話していきたいと思います。はい。まず、字幕が効果あるかどうかなんですけど、結論から言うと、字幕は効果あります。その、KU ルーヴェン、ベルギーの大学の研究で、あるメタ分析っていうのをしたんですけど、これで、L2 字幕っていう、字幕にも実は種類があってですね、この L2 字幕っていうのをすると、そのリスニングの理解と語彙学習に結構大きい、いい効果がありましたっていうのが分かってます。で、この L2 字幕って何かっていう話なんですけど、字幕って3つあって、L1 字幕、L2 字幕で L1、L2 同時字幕っていうのがあります。例えば L1 字幕っていうのは皆さんがじゃあ日本語の Netflix とか見るじゃないですか。でその時に英語の字幕、その自分の母語のもし皆さんが、スペイン語を話すんだったらスペイン語の字幕だったり、自分の母国語の字幕がある、この字幕を L1 字幕って呼んでます。で、L2 字幕っていうのは、例えば、日本語の動画なら、日本語の字幕。私の動画なら、ここに今、字幕があると思うんですけど、これが L2 字幕です。L2 字幕。はい。同じ言語のね、字幕のことを L2 字幕って言うんですけど、この L2 字幕、これは効果があるらしいです。はい。っていうのがもう、研究によってね、報告されてます。この1個だけじゃなくて、アメリカの研究とかもさっき見てたんですけど、やっぱり効果があるらしいです。特に、語彙を暗記することに効果があったり、あとは、その内容を理解するということに効果があったりするらしいです。やっぱり、特にリーディングが得意な人とかは、読んだらね、わかるっていうのがあると思うので、そういう結果が、実際に出てると思います。で、二重字幕っていうのは L1 と L2 を同時に出すことですね。知ってますかね？ラングエッジリアクターっていうのがあるんですけど、それを使うと字幕を2つ同時に出せるんですね。まあ、Google Chrome の拡張機能みたいなやつなので、もし興味がある方はやってみてください。私はこれよく使ったりしていました。で、ここから本題なんですけど、私が一番言いたいことは、字幕が便利なのは分かったと思うんですよ。ただ、やり方を間違えたら、もう意味のない勉強になっちゃうっていう、その字幕を使って学習するのって、落とし穴があるんですよ、落とし穴。なので、それについて話したいと思います。まず、皆さん、ここの字幕、どんぐらい使ってますか？これ、人によって本当に変わるんですよ。で、その結論から言うと、落とし穴って何かっていうと、リーディングがめっちゃ得意な人で、リスニングがめっちゃ苦手な人っていうのは、こっちの読みに頼っちゃうんですね。なんでかっていうと、リーディングの方が処理が早いから、頭の処理が早いから、こっちに寄っちゃうんですよ。で、それは実はあんまり良くないんですね。耳を鍛えるはずなのに、目で追って、エネルギーをあんま使わずに楽な方であんま負荷をかけずに勉強しているわけなので、それは正直あんまり良くないって言われてます。はい。で、言ったら聴解じゃなくて読解になりやすいよねっていう話ですね。で、他にもそのデメリットとしては、私の動画って結構早く喋ってると思うんですけど、スピードが速い動画とかだと、結構負荷が本当に高いので、その字幕が助け
じゃなくて字幕を読むっていう、もうリーディングにめっちゃなるんですよ。そういう、なんて言うんだろうな。字幕が助けるんじゃなくて、字幕を読むっていう作業になる。タスクになるっていう感じです。これが良くないっていうのが挙げられます。はい。で、次は L1 字幕なんですけど、皆さんの母国語のね、字幕、多分ここのね、こっちかな ?CC を押したら見れると思うんですけど、この CC の字幕、自分の母国語の字幕、英語の字幕っていいんですよ。内容理解は助けるんですけど、私が喋ってる言葉の単語の表現の形とか発音とか、そういうのに注意がいきにくくなるんですね。はい。という問題点があります。じゃあどうすればいいのかって話なんですけど、結論は字幕は使うべき順番が大事。あとは自分のレベルに合わせるのが大事です。例えば、初心者の方、もう本当に日本語勉強始めたてっていう人は、最初は L1 字幕、英語の字幕で私の動画を見ていいと思います。他の人の動画も見ていいと思います。なんでかっていうと、最初に、私今結構ネイティブのスピードで喋ってるんですけど、こういう動画を日本語のね字幕で見ちゃうと意味が全く分からなくて、めっちゃおもんないと思うんですよ。もうつまらなすぎると思うので、それはそれで良くないんですよ。好奇心とか興味とかっていうのはめっちゃ大事なんです。あとはストレスフリーで勉強できるっていうのが言語の習得にめちゃくちゃ大事。これはスティーブン・クラッシェン、みんなが知ってると思うスティーブン・クラッシェンがいてたんですけど、なのでできるだけね、最初は興味とか、内容を理解する楽しさっていうところで L1 字幕をつけていいと思います。でも日本語と触れ合ってるよねっていうところで。で、2つ目のステップとしては、次に内容を理解した後に L2 字幕で日本語の字幕をつけて、発音とか単語とかそういうのを勉強してっていいと思います。で、ここでね、シャドーイングとかしたり、内容理解にフォーカスしたりして、内容というか日本語ですね。日本語にフォーカスして、で、慣れてきたら最終的には、同じ動画を何回も見るんですけど、最後はもう字幕なしで見る。で、字幕なしで分かるところが増えてたら、それはもう勉強が大成功なわけです。はい。ぜひこれはね、初心者向けにやってほしいなって思います。This is a quick head. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. で、次は中級者向けです。中級者向けは基本は日本語字幕で見ていいと思います。もう英語字幕を使わずにここにある日本語の字幕を、見ながらやっていいと思います。ただ、字幕をね、ここ見すぎるといけないので、私の動画は同時字幕やりたいなっていうのがあったので、もう先にここに書いてるんですけど、もうここをできるだけね、見ないようにして聞くのもいいと思います。はい。ただ耳で聞くだけでもいいし、私の顔を見ながら、リスニングするでもいいですし、できるだけね、耳に頼って学習しようとするっていうのがいいと思います。はい。ただわからない時とか、耳で聞いたけど聞き取れないって時に字幕とか見てってもいいと思います。で、中級者で今日は耳じゃなくて語彙を増やすことに、フォーカスしたいっていうんだったら、もう別に字幕見てもいいので、私のね、ここに単語リストがあると思うので、それを見ながらどんどん単語を増やしていっていいと思います。やっぱりね、私も英語もう3年近く勉強しましたけど、結局今つまずいてるのは語彙力なんですね。はい。なので、最終的にたどり着くのは結構本当に語彙だと思うので、今のうちにね、たくさん言葉覚えとった方がいいかなと思います。で、上級者、もうある程度日本語得意だよ。私の動画大体言ってることわかるよとか、ストレスもあるけど、でも、そこまで強いストレスじゃなくて見れるよっていう人は、もう字幕なしで見て、
聞き取れなかった時にその L2 字幕、日本語の字幕で見ていいかなというふうに思います。そういう感じで聞き取れなかったところをどんどん見てって、その自分のね苦手なところをどんどん潰していく、そういう感じの勉強法がいいかなと思います。今私がやってるのは結構動画にもよるんですけど、相手のそのアメリカ人とかがめっちゃこの人喋るの早いってなったら字幕使ったりしますし、でも自分がどのぐらい聞けるか試そうっていう時はその字幕なしで聞いたりしています。はい。あとはそのイマージョンラーニングの話にも関わるんですけど、そのたまにはね、別にもうどんだけ聞こえてなくてもその字幕なしで見るのもいいと思います。その中で自分の聞き取れるところを取るだけでいい。これなんでこれがいいのかっていうと、その毎回ね、なんか自分に負荷をかけていい勉強をしようと思ってやるじゃないですか。字幕を見て意味を照らし合わせて内容を理解して発音も勉強してとか、確かにめっちゃいい勉強方法なんですよ。で、何回も同じ動画見るとか。でも、きついんですよ。めっちゃきついし大変なので、その、私が毎回おすすめっていうか、強く言うんですけど、その、イマージョンラーニングで、私が一番大事だと思うのは、もう、パッシブイマージョンラーニング。その、なんか、やる気がない時とかに見る日本語の動画とか、そういうのが実はめちゃくちゃ助けてたりします。はい。なので、私は結構集中するときは、そのスクリプトをね、その動画のスクリプトを用意して、そのスクリプトを自分でなんかこの単語はこういう意味だとか書きながらやったりするけど、そのやる気がない時とか、その移動している時とか、ちょっと隙間時間がある時、机に座れない時とか、そういう時はもう YouTube 好きなものを英語で見るとか、そういう風にやっています。はい。やっぱこれがね、そのストレスがかかりにくい方法で、続けやすいので、やっぱりその言語学習は継続なので、日本語のことわざにもあるんですけど、継続は力なりなので、はい。なので皆さんには、できるだけね、継続しやすい環境を作ってほしいなと思います。そして、継続しやすい環境といえば、モチベーション、すごく大事じゃないですか。で、現在ね、今はユーマは編集してるんですけど、私とユーマの方でオンラインレッスンを提供してます。で、結構生徒の方によく言われるのは、ゆうすけ先生とのレッスンは、週1とか週2とかであって、モチベーションをすごく維持しやすい。レッスンのために日本語を勉強しようって思えるって言ってくれる人たちがいます。なので、もし、私のレッスン、私かユーマのレッスンに興味がある方は、ぜひ概要欄の方から無料のトライアルレッスンの予約の方をお願いします。今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。